プレダクツの石田と申します。肩書きはプロジェクトマネージャーをしていて、社内のプロジェクトの進行管理だったり、あとはサプライヤーの方との普段のやり取りとか、社内をより効率的にいろいろ進めれるツールを作ったり、普段はそんな感じでいろいろやってます。今オフィスは週3とかで行ってるので、週の2日ぐらいは自宅で仕事をしてるって感じですね。基本ここに座ってランチ食べた後ちょっと眠い時だけちょっと立つみたいな。仕事の時しかここは座らないですね。なんで結構その仕事モードって感じになる気がします。木っぽい雰囲気はありつつ、割とガシガシ使えるメラミンっていうのでスタジオにしましたね。上はやっぱり大きい画面で見たいもの、その在庫管理とかってスプレッドシートすごい量になってますし、幅とかもあるんで、すごいディスプレイにこだわりがあるというよりは、大きくて作業できたら良いなっていう感じだったので、割と十分というか、ロジクールの MX3 Anywhere だったっけな。僕そんなに手大きくなくて、会社も半分ぐらい行くので持ち運びもしやすいってので3年ぐらい使ってる気がします。引き出しは多分かなり初期の試作品未だに使ってるっていう、これはペンコっていうところのテープライター、一文字ずつ押していくやつですね。一番大きいところはケーブルとかモバイルバッテリーとか、ミーティングの時とか AirPods 充電なかったら有線使ったりするんで、そういうのが入ってるのと、まだ申請してない領収書がこれはでもこっちでスラック開いてない時に常時スラック開いとくよみたいな。上にミーティングの画面持ってくるとカメラがこっちなんでちょっと違和感が出るのが苦手で、裏でスラック見たりする時とか。ティッシュです。ハードタイプじゃないティッシュ、それがちょうど収まるんでいいなっていうのでティッシュ感もなく、こっちは普通にメガネが入ってます。こういうちょっと高さがあるものとかはやっぱり入れやすい気はしますかね。ちょっとこれはですね、自分で作ってるペン立て兼ブックエンドみたいな、今朝掃除してたら壊れちゃったんですけど、こういう形でくっついてて、このダッシュボードにつけれるんですよね、こういう風に。でこれがブックエンドになるっていうやつ。ちょっとここに A4 のコピー用紙いつも入れてるんですけど、思考を整理したい時とかに自分で手で書いた方が整理しやすいみたいな時があるので、そういう時はここのペン取って紙で書いてみたいな。道具系の本を置いてて、いい道具みたいなものを見るとやっぱテンション上がりますし、これグルービジョンズの道具大全っていうお気に入ってる道具100個を選んで一冊にまとめたっていう本ですね。ツールズっていう本、シリーズで何年かおきに出てるやつが多分全部で3つ出てるんで、それを置いてるっていう感じです。もともと使ってたこの時計が、これも無印のやつなんですけど、雰囲気似てて一緒に並べてもそんなに違和感がなさそうだなっていうので、このポモドーロタイマーは買って25分やって5分休憩みたいなサイクルで基本やってますね、お家は。あと5分欲しいとかはあるんで、そういう時は調整しながらこの時計は結局これが一番見やすいみたいなところがありますかね。 PM してるとミーティング中とかも割と時間とか気にしたりするんで、デジタルでパッと見れるこの時計は割と使いやすいという。天井の照明もペンダントライトで暖色系なんで、例えば手元で作業したいとかが若干見づらいので、しっかり明るい手元の照明欲しいなっていうので、リサイクルショップみたいなところで買いました。このヘッドの部分すごい僕気に入ってて、このちょっとつぶつぶみたいなものがメインで照らす方とは反対の方にもちょっと漏れるっていう、意匠としてこういう風にするのいいなみたいな。引き出しが3段のものがついていて、一番上は中が仕切りついてるので、ちょっとちっちゃめのパーツだったりとか、カッターとかホッチキスとかの替え刃とか、真ん中は書類系がいろいろ入ってるっていう棚で、一番下はとりあえず何でも突っ込んでる棚ですね。ここは名刺のストック
クとかどこに置こうか迷子なものたちをとりあえず入れるスペースみたいな、結構紙で書くことも多いって言ったんですけど、テーブルよりもマット敷いてる方が個人的には書きやすいですかね。名刺絵で作ってるみたいに、そういうプロトタイプってこういう紙とかで作ったりするんで、それ用とかで型マット敷いてるって感じですね。これは刺し子のコースターで、柔道とかの道着とかで使われてる素材と同じやつ、イベントみたいなものに行った時にいただきました。絶対やってることは換気と日めくりカレンダーをめくる。デザインされてるんですけど、ある種デザインされてないっぽい、この見た目も含めて結構気に入ってますね。先人たちのありがたい名言が載ってますよビトラのメダーチェア、やっぱシルバーのパーツが結構お家全体でもテーブルとかソファーの足とか統一感があるというか、こうものづくりエリアみたいな感じになっていて、この棚の詳細は忘れちゃったんですけど、3D プリンターは、クリアリティっていう、中国のメーカーのやつです。結構その大きいサイズのものを作りたかったっていうのがあって、毎日ガシガシ使えてるかというとそこまでは使ってないんですけど、でもやっぱりあると便利っていう感じですね。工具系とか資材とか、まだ使ってないシリコンとか、オブジェ作ってた時にジスモナイトっていう素材、ちょっと石膏みたいなやつなんですけど作ってて、こっちは作ったけど失敗したみたいなものが入ってる。ウォールデコっていうんですかね。もう本当に見た目がかなり好きだったっていうだけなんですけど、ものづくりの守り神的なポジションに、なぜか牛なんですけど、置いてますね。この辺にポスター的なものたちを置いてます。スターリング・ルビーっていうアーティストの方の作品で、アメリカのガゴシアンっていうギャラリーで展示をやってて、そこでゲットしたポスターですね。シルクスクリーンっていうプリントをする時の版、僕が柔術の練習に着ていく時にテンション上がる服が欲しいなと思って、結構このアルミのフレームの感じとかも含めてかっこいいんで、ポスターっぽく飾ってるっていうようなやつですね。この靴下はこれ万引き防止タグがついてるんですけど、盗まれると困るものにつけられるんで、価値の象徴的な側面もあるなと思って、じゃあすごく汚くてゴミ同然の靴下にそのシンボルがついた時に、それは自分にどう映るんだろうかみたいな考えてた時期に自分で作りました。古本屋行くのが好きなので、例えばアート、ファッション、デザインみたいなものの雑誌とか結構置いてるお店いっぱいあったりするんで、そういうとこに行って買ったりしてますね。紙で見るといいなって感じはありますね。人類が生活の中で研ぎ澄ましていった作者不明だけど名作みたいな。グッドデザインはもういらないっていう、なかなか尖ったリアルデザインっていう本、僕あんま知らなかったんですけど、2010年くらいって微妙に新しいけど微妙に古いみたいな時代の道具とか見ると、結構今見るとやっぱいいなとか、やっぱり自分の好きなものの軸みたいなものは常に持っていたいなと思うし、それが反映されたものを自分の身の回りにも置きたいっていうふうに思ってるので、ブランド名とかいろんなものに惑わされずに自分の好きみたいなものをちゃんと集めていきたいし、その買ったものもちゃんと使う中で自分のものにしていく感覚とかは今後も大事にしていきたいなとは思ってますね。なのでそれがちゃんと一個の空間としてうまく収められるかは分かんないんですけど、そういうものに囲まれてる空間で生活したいなっていうのはありますね。